皆さんこんにちは、木村拓哉です。今月のマンスリーゲストは今年結成20周年を迎えるロックバンドOne Ok Rockからボーカルのタカ。どんなトークセッションになるのかお楽しみに。今月のマンスリーゲストは信じられますリスナーの皆さん。俺も若干本当にって思ったんですけど、この方です。国内だけでなく今や海外にも活躍の幅を広げ、今年で結成20周年を迎えるロックバンド One Ok Rock のボーカルタカ。よろしくお願いします。うわ、やっば。はじめましてっていい感じですね。こうやってだから1対1の対マンで、はい、がっつりお話をするっていうのは初だよね。初です。お見かけしたことは何度かあるんですけど。嘘だ。はい。僕多分一番最近で言ってもだいぶ前なんですけど。最近？いや、だいぶ前なんですけど、はい、うちの父が紅白最後だった時に、はい、たまたま僕ご挨拶というか、普通に楽屋の方にまあ頑張ってねっていうことでいたんですよ。で、その時に多分木村さんが、こう目の前をファーッと衣装を着て、通られたのを僕は勝手にお見かけしたっていうだけなんですけど。NHK ホールで。はい、NHK ホールで。年末30日。あ、マジで？はい。なんだ。その前、それこそだから、あ、ごめんね。だから、まず、ちゃんと、今オープニングでワンオクロックのボーカルタカとか言ってて、俺、紹介しちゃったんだけど、はい、初めましてでこう、なんかちゃんと向き合って、はい、話させてもらうのは初なのに、はい、俺なんて呼べばいい？あ、もう何でも大丈夫です。タカでもタカくんでも。どれがいいですか？じゃあタカで。タカでいいですか？はい、お願いします。じゃあ俺のことはどういう感じ？なんて呼んだらいいですかね。これ結構なんてお呼びすればいいかなと思って今日も実は結構考えたんですよ。なんか一応僕の中で一応っていうのいやそうですよね。先輩に値する方ではあるので。まあそうかも。はい。なんでくんづけの方がいいのか、なるほど。さんの方がいいのか、なるほど。これちょっと特殊な多分いきなりだからそうね。はい。いや木村君はってなった。いや他のだから後輩のみんなは普通に木村君って言う人もいるし。そうですよね。それってどんくらい下からいなくなるんですか？いやだからそれがねちょっとすごいあやふやなんですよ。なるほど。正直。なるほどなるほど。だから直属の後輩でやってくれてるみんなのタカのジェネレーションでバカンって当てはめると組んではあんま言ってきてくれる人はいないかな。みんな3になりがちだと思うんだけど。そうですよね。でもなんか嫌だ。なんかワンオクのボーカルに木村さんって呼ばれるの嫌だな。あ、本当ですか？嫌だな。木村さん以外だったら何でもいいです。わかりました。じゃあ木村くんで。でいいですか？うわ、なんかすごい。すいません。僕は自分で言っといたらあれなんですけど、すごい、うわなんか失礼になんかなってないなってない。全然なってない。全然なってない。じゃあちょっと頑張って、多分なんか慣れないとなかなか呼び方変な感じに聞こえるかもしれないんですけど、頑張って慣れます。お願いします。はい、よろしくお願いします。いや本当にだからもう来てくれるっていうのが分かった瞬間にマジかって僕もびっくりしたんですけど、はい、で実際日本だけではなくて海外のレーベルと契約を果たし、はい、今現在だってあれでしょ？アメリカとヨーロッパ、はい、でアジアの、だから言ってみればワールドツアーというものをドーンと今もう成立させていて、はい、で去年開催された過去最大規模のワールドツアーではおよそ19万人。はい。で今お家というか拠点としてベースを構えてるのはロス？そうですね。ロサンゼルスに一応お仕事がないときは基本的に帰るっていう。なんだろうな。僕は勝手だけど、はい、ワンオクの音だったり世界観だったり、俺結構
だから本人を目の前にして言うのはちょっと恥ずかしいんだけど、はい、かなりライブの映像見てますよ。マジっすか、ちょっと待ってください。マジっすか？マジで。なんかもう、どうしよう。髪が、タカの髪が、はい、緑の時と、金髪の時と、あとね、左腕に、まだいたずら書きがあんまりされてない時。はい。ありがとうございます。あんまりされてなく、はい。マイクのボディには、赤のビニールテープは巻き付けてはいるんだけど、まあ赤の時と、黄色の時と、なるほど、はい。恥ずかしい。うん。ありがとうございます。だから横浜スタジアムのやつとかは、多分、何周したかな？何周もしてますね。嬉しいです。それは本当に。で、ちょうど僕が、身辺警護のお話、ボディーガードのお話を、ドラマでちょっとやってみないかっていうことでやらせてもらった時があったんですけど、その時に、ワンオクにすっげえハマってて。嬉しい。だからなんか体を動かす、ちょっと俺、体動かそう、作ろうってなって、なんかこう、まあ音を聞きながら映像を見ながら動かすと、なんかこう、回数とか、じゃなくて、この曲終わるまでは、絶対もうキープオンしようっていう、自分との約束事を勝手に作り、で、俺、やっててきついんだけど、待てよ、パって、まあ、画角的にはスマホの画角になってしまうんだけど、その画角の中で、こんなに、バンドのメンバー、まあ、タカだけではなく、ちょっと、ギターポジションは若干高めなんだけど、タカが飛ぶぞっていう瞬間をしっかり捉えてるトールくんだったりとか、ともやくんが、ドラマですね。ドラマ。こう、なんていうの？まあ、ここでも、ラジオの現場でモノマネしても伝わんないと思うんだけど、ちょっとさ、感情的に叩く瞬間があるんですよ、彼。どっちかの、左手のスティックを持った左手をグワーって、こう、顔の前で叫びながら、やりますね、そういうの。バーンっていう、こう、で、そこのバーンバーンドランドランドランっていうところを、瞬間を見たりとか。すごい。僕はドラムにまずわしづかみにされて。うわー、喜ぶな、ともや。うん。それで、りょうたくんが、上半身裸で大丈夫ですかっていう、なんで一人そこ裸なんですかっていう状況の中、叫びながら、オーディエンスに向かって叫びながら、ベースをフィンガーでババ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 ってやってるところとかを見て、いや、この4人がまだくじけてねえんだから、こっちもくじけるわけにいかねえっていう感じで、よく体を動かしてました。すごい。木村くんのモチベーションになってたってことですか？筋トレとかの。なってましたね。すごいっすね。間違いなくなってました。信じられないっす。いや、もう、なんか汗かいてきました。いや、それきすぎなんだよ。ただ単純に。ちょっと脱ぎます、一回これ。熱っ。いや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 。嬉しいっす、めっちゃ、本当に。いやいやいや、本当に。いや、なんかもう。そういう、僕は一方的に、そういう感じで見てたし、まあ音も聞いてたし、ああ、なるほど。だから一回、こいつら面白いってなっちゃった後って結構自分ハマる方なので、なるほど、タカってなるほどね、このバンドの中では、ライオン的な、キングなわけね、みたいな。PV、ミュージックビデオの撮影で、そうなるのね、みたいな。やばい、嬉しい。でも恥ずかしい。ありがとうございます。僕は、スタンスでした。いや、もう光栄です。もうちっちゃい時から僕は逆にずっと見てきた存在なので。やめてください。いや、もうすごい、こんな日が来るって思ってなかったですし、正直。なんでいや、なんかやっぱ感慨深いですよね。そうっすか？はい。未だに仲良くさせていただいてる、僕が前いた会社の方は何人かいるんですけど、でもやっぱりなんかこう、どちらかというと、
まあ逆にこう、喋ることがその当時はなかった方が、仲良くさせていただいてる時もあるので、いやなんかこういう形でそういう先輩方とお話ができたりするのは、もう光栄だなと思います、マジで。やっててよかったなと思って、バンド。いやいやいや、もうだって、以前そういう立ち位置になってたっていうのも事実だし、はい、いや、俺ちょっとこっち行くわっていう道を、俺そこ渡らないであっちの信号で渡るわ、だったりとかさ、いや、お前らそっち、上り坂トライするんだったら、俺もうちょっとここまっすぐ行くわとか、はい、それはやっぱりいろいろあるだろうし、でも今、どこに僕らは来れてるのかっていうのが結果だと思うし、そこが、ね、今いる場所で、俺あそこ通ってきたな、あそこすっげえ空気薄かったよな、っていうようなところを今笑えれば、俺は全然問題ないと思うし、逆にそうやってタカが、いや、怖えっすって言ってくれるのも俺は嬉しいから、だから全然もうなんか、むしろ、まあ、こういうタイミングで、ね、お話をさせてもらったのであれば、まあ、今後よろしくお願いしますっていう。いや、もう本当にお願いします。感じです。はい。20周年でアルバムを2年半ぶりに作ったじゃん？はい。今回。はい。この、デトックスっていう。はい。デトックス。このアルバムを引っ提げの、この後ツアーやりますよね。そうなんですよ。4月から。はい。で、これがね、びっくりしたんだけど、ラテンアメリカツアーと、そうなんです、そうなんです。あと、北米ツアーの、2つに分かれてるんですけど、はい。4月からメキシコとか、はい。あと、これはアルゼンチーナって書いてあるから。アルゼンチンですね。ですよね。で、はい、ブラジル。ブラジル。そしてペルー。ペルー。はい。行きます。ラテンアメリカツアーってあんま聞いたことないんですけど。確かに日本人の方は多分馴染みがないと思います。日本のバンドも実は何組か、ラテンのまあ、国でめちゃくちゃ有名なバンドがスカとかですね。なんで東京スカパラさんとかはめちゃくちゃフェスとか呼ばれたりとか、あとまあアニメ系で結構有名なバンドさんとかは結構未だにライブをしに行ったりしてるんですけど、僕ら行き始めたのはすごく昔から行ってて、まあ今回久々にこっちも回ろうっていうことで回るんですけど、4月から。ちょっとなかなかやっぱ国が違うしカルチャーも違うので、大変ですけど。いや、そしてそのラテンアメリカツアーの後ですよ。はい。今度5月に入ったら、はい。もう北米ツアーつってバンクーバーでしょ、シアトルでしょ、はい。サンフランシスコ、ロサンゼルス行って、ダラス行ってヒューストン。はい。オーランドでアトランタ、ニューヨーク、ワシントン、ボストン、モントリオール、トロント、シカゴ、ミネアポリス。はい。これさ、2日おきとか1日おきなんだけど。そうですね。アメリカツアーも毎回。これ移動は？移動バスで。バスでやってます。俺がだから見たことあるバスでしょ？はい。見ていただいてるやつだと思います。ツアーのバスを、タカが紹介してるやつを見たことがあるんですけど。めちゃくちゃ恥ずかしいです。あれで移動すんの？あれです。そのバスに乗り、1日おきだったり2日おきで、北米ツアーとかさ。はい。このなんか、実際その国内における活動と、まあ自分たち4人の目の前に広がる、その瞬間的かもしれないけど、はい、景色っていう言い方はちょっと失礼かもしれないけど、そのなんかこう、目の当たりにするものって多少違うじゃん。そうですね。国内の、その広がっている世界と、はい、そのツアーで、お邪魔して、下手したら、場合によっては、結構キャパはあるけど、なるほどっていう、その、ライブハウスのちょっとでかいバージョンの箱だったりとか、はい。はい。そういうのってどういう、なんだろう、チャンネルの変え方をしてるのかなっていうのが、僕は、ちょっと思うんですけど。でもなんか、変わらなそうだね。
最初はきつかったかもしれない。最初。はい。2014年に多分アメリカで初めていろんな100組ぐらいのバンドが、参加するフェスティバル方式のツアーがあるんですよね。で、それに初めて参加させてもらった時は、やっぱりもうその当時僕らアリーナとかやらせてもらってたんですけど、日本では。もう一気に一番フェスの一番下のステージで、僕ら以外出演するアーティストは DJ だけっていう、DJ ブースみたいなところでライブをしたんですけど、もちろん当然なんか出番もめっちゃ朝でお客さんいる前とか、で、ファンもいないので、なんかリハーサルを2回ぐらいやってるような感じで、やった時はちょっとだけ心折れそうにはなりましたね。はあ。それをちょっとずつ経てって、なんか、まあこれも一つロックだなっていうか、なんかちょっと夢物語をすごく、なんか自分の中ではいつも意識しちゃってるところがあって、だからなんか今日もこうやってラジオ出させていただいてること不思議なんですけど、対面して喋ってるってこともなんか自分の中ではああ、こういう日が来たんだ、面白っていう、なんかワクワクドキドキで、なんかアメリカのそのツアーも結局それをずっと経て、今やっと規模が大きくなってきたんですけど、なんかそれをずっと見てたいっていうなんか願望も自分の中であって、やり始めたら絶対そこにはたどり着けるはずだからみたいな変な根拠のない自信を持ったまま何か物事を始めた時に、ものすごくなんかワクワクしてるんですよね。じゃあもう、タカを、要はプレイヤーとして、そうです、そうです。そういう感覚でずっと海外に出た時はずっとそういう感覚でした。それが叶っていくとまたもっとすごい面白くてって。なんで僕個人的にはすごくピンチだったりとか、挫折だったりとかなんか苦しい時ほどちょっとワクワクドキドキしてるみたいなところが結構あったっすね。へー。ワンオクロックのボーカル、タカとのトーク。来週もお聞き逃しなく。まだまだ気を抜かず体調管理も意識して相手を思いやって一緒に乗り越えていきましょう。Peace and stay safe。木村拓哉でした。皆さんこんにちは、木村拓哉です。今週も彼のロック人生に迫ります。20周年。そうなんですよ。早くないですか？僕本当に17歳とか18だったので、このバンドに加入したのがですね、もうあれよあれよという間に20年が今年経っちゃいました。結成してから。早いっすよね。早いっすね。あれ？だから自分の感覚としても、えってさっき20周年っていうワードを見た瞬間に、もうっていう正直な感想？はい。もう自分でもびっくりです。この20年っていう年月が、そんな経ってるんだなっていう。でも木村君は何歳から芸能界入ってたんでしたっけ？芸能界まあ、ステージに、僕はだから最初は舞台だったんですけど、人前に立たせていただいたのは17です。17の誕生日をその舞台の稽古中に迎えて、その舞台を経験するまでは、もう全然興味なかったんで。そうなんですか？だからどこどこに何時に行ってねって言われて、はいって言って、じゃあ行かなきゃなーって思ってたんだけど、友達はみんな渋谷で遊んでるから、来ないのって言われて、いや、どうしよう、って思って。いやもうなんか、この世界で生きるために生まれてきた方だと思ってました。全然。そうなんですね。全然です。いやもうなんか今日意外すぎて、僕がやっぱりずっと思ったイメージ、木村拓哉さんって、もうなんかパーフェクトなイメージなんですよ、やっぱり。全然、いや、もう、むしろ違います。なんかプライベートの話とか、YouTube は僕実はちょっと見させていただいてるんですけど。やめろでも結構だから、ラーメンとか食べてたじゃないですか。博物館行ったりとか。はい。この間ね。あれとかも僕結構衝撃で。なんで？ラーメンとか食うんだとか中華とかも行かれるじゃないですか。まあ。あれもイメージなかったんですよね、やっぱり。
ブラウン管を通して見てる方って、なんか僕はこんなこと言うのも変なんですけど。っていうか、タカがブラウン管っていうのやめろ。完全にそれ昭和だぞ、それ。そうですよ。僕ギリギリ昭和で。いや、そうだけどさ。そうっすね。テレビ画面越しだったらわかるけど、いや、ブラウン管越しにって、俺久々に聞いたらブラウン管ってと思って、今。びっくりしたよ。すみません、そうなんです。いやだからあれそういうイメージないっすか？なかったです、本当に。いや、それ多分、なんて言うんだろう。今のブラウン管発言と、ちょっと近いのかもしれないけど、やっぱ、お父様の存在だったりとか、お母様の存在だったりとか、っていう、向こう側にある、ブラウン管じゃない？それこそ。そうですね。はい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 。だから、自分が逆に、俺想像もできないけど、タカだったりタカの弟の家帰って、ってやったら、大晦日、あ、そっか、そうだよね。っていう、当たり前の会話が、はいはいはい。まあ今勝手に脚本作っただけだけど、全然イメージできないもん。本当ですか？そっか。お互いになのかもしれないですね、そしたらね。いや、絶対そうでしょう。普段プライベートって逆にどういう生活なんですか？ルーティンはやっぱあるんですか？絶対的な。僕っすか？はい。なんか体を動かしてから外に出るとか。僕結構最近ツアー前とかは、朝起きて、体を動かして、で、そっから一日が始まるみたいなルーティンを一応心がけてはいるんですけど。体を動かすっていうのは、多分いろいろあると思うんですけど、カードが。タカの言う体を動かすって、ストレッチから始まり、若干歩いてみたり、ちょっと早歩きして、最終的にはちょっと心拍数上げてやろうかなっていうぐらい、ちょっと息切れちったなっていうぐらい走って、それも入ってですね。で、自重ちょっとやったりとか。バランスボールとか。はい。やってます。スポーツ選手みたいなことやってます。それなんでいや、なんかやっぱりそれこそビーズの稲葉さんとかってすっごいストイックじゃないですか。ですね。なんか、お友達関係ではありますよね。はい、親しくさせていただいてます。で、なんかもうそれも、もうプロフェッショナル同士、やっぱ仲良くなれるのかなみたいな。なんかいろんな話し合いとかしてるのかなと思って。どういうお話されるんですか？いや、まあ、犬の話もそうだし、まあ、本当に海がお互いに好きだったり、あと、まあ、バイクが好きだったり。似てるんですね、趣味も。なんか、そういうところもそうだし、本当に。だから、実際に自分がいたグループが解散してなくなって、で、もう自分、そういう、なんだろうな、ボーカルマイクというか、マイクはもう、僕は多分持たないだろうなって勝手に思ってたんですよ。マジっすか？本当に。そしたら、稲葉さんが、バッチが、いや、待ってる人いるんじゃないっていうお手紙を本当にくれて。うわ、かっこいいな。それで、っていう、初めてそこに目がいって、で、いろんなまあラジオのリスナーもそうですけど、本当だからこの番組があって、まあこのフローっていうタイトルではなかったんですけど、What's Up SMAP っていう番組だったんですけど、それのリスナーの人たちのいろんな意見とか気持ちとかが、稲葉さんのバッチの手紙を入り口にカチャって開けてみたら、いや待ってんだけど、いつみたいな、気持ちがバババババババって届くようになって、それで、再びという感じにはなったんですよね。あの時僕もちょろっとだけ映像実は見させていただいてたんですけど、すごい勢いで絞りましたよね、体とかもなんか。俺びっくりして、なんかもう、本当にスポーツ選手なのかぐらい、なんか代々木の公園だったんですかね。下からバーンと出てきた。あれを見たときに、どこまで木村くんは成長していってしまうんだろうみたいな。いってしまう。なんでこんな軽やかに出てこれるのっていう。あれもなんかもうすごい僕衝撃で。そうっすか？はい。なんか
なんか覚悟決めたのかなみたいな、登場の仕方が結構僕はグッときて。で、多分そうですね。稲葉さんが多分楽曲を提供されてる。そう。はい。それもなんか、いや、すげえなと思って。まあでも、バーンっていう出方は割と、うちの会社的には割と経験あったし、あと、やっぱマイケル・ジャクソン見てたから、お会いしてますもんね。今までお会いしてきた中で言うと一番やっぱりトップスターでした。木村くんが今までたくさんいろんなスター会ってくるんですけど。いやー、わかんない。だからタカが言うスターっていうのが、どういうそのスターイコール何々かっていうのが、タカのスターと僕の中のスターっていうのが、木村くんの中の一致してるのかどうかが。スター気になります。どういう方がスターっていう認識ですか？すみません、なんかインタビュアーみたいな。めっちゃ興味津々。でもなんかもう聞けないんでなかなかいっぱい聞いたこと。いや、スター。この人スターだなって思った人でしょ？はい。まあ、お仕事を一緒にさせていただいて、やばって思った方で言うと、田村正和さんとか、だからなんかこう、なんて言うんだろう。人が見てくださってる視聴者だったり受け取ってくれている人たちが思うスターっていうのもあるだろうけど、なんかその現場にいるプロの人たちが、さすがっすよねっていうなんかこう、なんかその現場にいるプロを、っていうこう気持ちにさせちゃう人が僕はそうかなって思うんですけど。かっこいいね。それは古畑任三郎の時ですか？もうそうだし、もっといろんな場所で。他にも競争曲っていう作品で宮沢りえちゃんと自分と正和さんの3人でお話をこう転がしていくっていうお話でもご一緒させてもらったんですけど、なんかね、こう、なるほどっていう。その、現場にいる共演者もそうだし、スタッフの方もそうだし、だから、勝さんだったり。そうですよね。だからもちろん高倉さんもそうで、健さんもそうですけど、なんかその現場をうならせる人たちっていうのが、自分はそうなのかなって勝手に。だから、本当にステージ上に立って、スバーンって音の中で、おーって思わせてくれるマイケル・ジャクソンももちろん、もうキングオブポップだと思うし。世代的に日本で言うと、どのあたりのバンドさんになるんですかね。海外はもちろん聴いてらっしゃったエアロスミスとか、そこら辺だと思うんですけど、90年代ですよね。だから国内で言ったらもうバリバリボーイじゃないですか。ボーイなんだ。ボーイは、木村くんから見たら、もう上の方々って感じですか？だから、バンドごっこをするんだったら、まずそこっしょっていう。カバーするなら、一回ボーイ挟もうみたいな。いや、とりあえずだって、マリオネットのイントロ言っとかないとねっていう。逆にバンドを組むっていうチャンスがあったら、組んだりするんですか？絶対組んでたと思う。もう、じゃあ下手したら踊ったりしてなかった可能性あるんですね。バンドやってたことを。いや、だから本当に、そのスイッチが入っちゃったら、やばかったかもしれない。でもやっぱプライベートで着ていらっしゃるものとかも、ヴィンテージのものとか、結構こう、なんていうんですかね、語り継がれられるような、すごいこう、ヴィンテージ感強いものを好きじゃないですか。なんとなく僕の感覚なんです。いや、だから、ヴィンテージのものが好きというよりかは、その当時好きだったものが、ずっと、未だに持ってると、人からすると、それヴィンテージっすよってなるんだけど、いや、これ俺普通に買ったっていうやつ。大事にずっと取っておいてるっていうことですね。それだけですね。ちなみにジーパンとか、まあこんな話野暮であれなんですけど、全然何本持ってるんですか？デニム？はい。デニム何本だろう。待ってよ。これ、フローなのになんで、タカが俺のインタビューをしてんだ。めっちゃゲラ、めっちゃゲラちゃう。俺、デニム、白、黒、ブルーデニム入れて全部で考えるんだったら、でも、40本ぐらいじゃない？マジっすか？多分。
俺今600本とかって数字期待したんですけど。ない。全然ない。それはない。それはない。40本。ぐらいだと思うよ。でも多分みんなめちゃくちゃもう手に入んないやつですよね。いや、だから、どっちもどっちだと思う。置き方はどういう置き方で置いてるんですか？普通に畳んで？いや、畳んで入れ、すげえ普通な話してんな。いや、めっちゃ気になる。でも、これは、そうした方がいいっすよねっていうデニムは、吊るしてる。なるほど。なんて言えばいいんだろう。それ専用の、かけるやつですか？いや、デニムを脱ぐじゃん？はい。脱いでバフってやって、グッて前に持ってくると、横のベルトループが、こう、前に来て、で、その、横に来たベルトループを S 字フックの、あれに2つでバンバンって、一度に横のベルトループを S 字フックで1回で通して、バンってやって、カチャってかける。だから、なんて言えばいいんだろうね。ちょっと、デニムがこう、顎を上げた状態で吊るされてる感じが。いやもう何を聞いてるんだ。やっぱ僕らの世代だと、その木村くんが着てた洋服とか、あとつけてたもちろんネックレスもそうですけど指輪とか、やっぱりめちゃくちゃ売れてたんですよ。僕中学校とかもちろん小学校とかですけど、高校の時も、ずっとそういうアイコンなんで僕らからすると。いやそうまあその当時はそうかもしれないけど。だからすごい、そのファッションって、僕そんなに得意な方じゃないんですけど、一周も二周もこう回っていくと、やっぱどんどんシンプルになってったりするじゃないですか。なんかあんまり新しいものつけなくなったりとか。まあね。なんかこう、トライしてたものが、なんかこう、どっかに落ちるよね。これっていう。だからそれが、なんだろうな。定着なのか、要は本当にどこどこに行くんだったらこれははめとかないとちょっと落ち着かないというか、なんかこれで俺完成かもねっていう。なるほど。今はこのタイミングは、今日お会いしたタイミングは僕今、ちょっと映画の撮影中なので、なるほど。朝着替えてスタジオに出かけるときにあんまりこう普段はめている指輪だったり、手首にはめているバングルだったりっていうものは今日つけてないんですよね。だから、撮影現場行ってすぐに楽屋で外しちゃうんで。わりかしそのままスッと衣装と役に入れるようにってことですね。そうっすね。ピアスとかは開けないですもんね。いや、全然開いてましたよ。開いてるんですか？開いてた。今もう、なんか、通さなくなったら塞がったっていう感じ。だから一時期は、まあそれも友達の影響もすごくあるんだけど、太けりゃ太いほど、なんか、わかる？言いたいこと。わかります。めっちゃわかる。いや、なんかもう、ちょっとイメージと今日いろいろ違ったっすね。どうしよう、帰りにあいつちょっとがっかりだわっていう。いや全然。状況で、このスタジオを後にするタカがいたらやばいっすよね。僕はなんか親近感がめっちゃ湧きました。マジっすか？いや、もうそんなもんっすよ。そうなんですね。いや、もうそんなもんです。いや、もういっぱいもっと聞きたいんですけど、僕聞きすぎですよね、多分。だね。ワンオクロックのボーカル、タカとのトーク。来週もお聞き逃しなく。Peace and stay safe。木村拓哉でした。皆さんこんにちは、木村拓哉です。今週はさらにディープに語り合います。コロナの時とかどうだった？あれはさすがにちょっと周りの友達もなかなか大変な状況だったので、ただやっぱりずっとこれはないなと思ってたんですよ。確信あった？はい、なんか絶対明るくなるし、なんかそのやっぱり辛いことがあった後は楽しいことが必ずあるっていう、そのモチベーションではいたので、まあ自分で、自分たちでちょうど当時独立したばっかりだったんですけど、無観客ライブっていうものを初めて当時やらせてもらって、
でもそこには自分のその今思ってる気持ちみたいなものは全部こうぶつけて、でもなんか結果的に自分の中ではああいうことを思ってぶつけてライブができてよかったなと思ってますし、どっかでやっぱ希望はあったような気がします。俺それも見たな。マジっすか？それも見たな。マジ全部見てくれてるんですか？すげえテンションで、ステージも着てる衣装とかも白っぽかったよね。そうです。見た。ありがとうございます。見た。マジですいません、ありがとうございます。見たわ。すげえなんかスタッフに、怒ってた。いや、マジで。すっげえ怒ってた。いつ見てくださってるんですか？そうやって忙しくて見る暇なんてなくないですか？いや忙しいかもしれないけど、やっぱ好きなもんは好きだから、普通に、って言って、あったらやっぱ見てますね。感動だし、なんかすげえ変な感じなんですけど、なんで知ってるんだろう、僕のことっていう感じが未だになんか抜けないけど。ラジオ聞いてる人も、そうだと思いますよ。むしろ。いや、もう感謝っす。いや、タカがこんなこと言ってるとか、こんなになってるっていうのが多分、リスナーのみんなは逆に今、へーってなってると思うし、で僕もその一人だから。いや、もうありがとうございます。あんなスタッフにめっちゃ怒ってたやつが今、なんか、口に手を当てて笑ってるとか、なんか喜んでくれてるってなると俺も嬉しくなるし。いや、本当に。なんかああいう時はめちゃくちゃ、なんか作品を作ってる時なんてガチモードなんですけど。でも多分、同じ感じじゃないですか。そんなことないですか？ガチモードですね。ですよね。勝負事めっちゃ強いじゃないですか、木村くん。わかんないけど。ダーツとかなんかゲームやる。まあでもそれは運だよ、多分。そうなんですか？あんな勝ち続けられます？いやでも、なんだろう。そこにそんな本気になるって言われるぐらい。なるほど。お前何今本気になってんのっていうぐらい本気になります。すげえ。もうそれはもう勝手になっちゃうんですか？勝負師が騒ぐんですかね、心がもう。勝負師っていう感覚はないけど、なんか嫌なんですよね。負けたくないみたいな。いや、負けてもいいけど、はい、負けるかどうかは、今自分が本気でやるかどうかだろうっていう、なんか。ロックンロールっすね、絶対それは。それは超ロックンロールですよ、マジで。いや、それだけっすよ。いや、もうめっちゃいい、大好きっす、そういう精神、僕は。いや、まさにそうだと思ってるんで、僕も。マジですか？はい。いや、やっぱり僕はどう考えても世代なので。なんで？やっぱりドラマももちろん見てましたし、学校に行って話題になることってやっぱりその当時はテレビが中心で、今みたいに YouTube とか、ね、TikTok もないので、やっぱりそのテレビの影響力とか、もう雑誌もすごいんですよね、やっぱり。そう？はい。僕らの世代はもう雑誌、ファッション雑誌、アイドル雑誌、とドラマ、もちろん CM もそうですけど、映画。そこがやっぱ僕の中ではエンタメの中心だったので、自分の家庭がエンタメにあるっていうこともあるんですけど。いや、それはもう特殊だと思う。マジで。なんで見方が多分普通の人たちより違ったのかもしれないんですけど、やっぱりなんか、自然と追っかける人の対象物って、なんかそんなに勢いでなってる人たちではないような気がしてました。なんでそういう意味で言うと絶対的なやっぱり王者的なやっぱその素質とか感覚を持ってらっしゃる方が何人僕のその見てた世代にいらっしゃるかって言ったら、もちろんお笑い芸人さんも素晴らしい人たくさんいますし、でもやっぱりそのアイコンとか憧れたりとか、木村くんが着てるジャンパーを街に探しに行ってみたりとかっていうのはやっぱりあんまりいなかったですね、他に。いろんな俳優さんも出てきてたと思うんですけど。マジっすか？はい。買いに行こうとしてましたもんね、お金貯めて、やっぱり。そのエイプのジャケットとかね、茶色のやつとか。あれは、なんか僕もだから、自分がもしバンドをこの後やってってみたいな、もしくはその芸能界で何かをやってってってなったとしたらっていう想像を、なんとなく子供の頃した時に、やっぱ影響力ってこういうことなんだなみたいな、良くも悪くもですけど、でもいい方向に持ってけて、それで周りの人たちを助けることができるってすごい素敵だなっていうか、それを持てるかどうかは、すごい、この世界にいる以上はすごく大事なことなのかもしれないなと思いながら、いつも見てました。ありがとうございます。いやもう本当に。
なんで、なんで今日これが実現してるのかも僕はちょっとわかんないんですけど。いや、だからタカがタカだったから実現してるんですよ。いや、もう本当ありがとうございます。でも今の、やり返しで言うわけじゃないですけど、はい、ライブで着てるやつを見て、何これと思って、自分で買い物行った時に、これ、あれじゃねワンオク着てたよね。タカこれ、こういうの着てたよねって言って、俺オフホワイト買いました。やば。やば。やり返してやる。やばすぎ。そういう、なんだろうな。やばすぎ。キャッチボールは見えないところで多分してるんですね。うわ、嬉しい。ありがとうございます、本当に。いや。ロスでも見ますし、あと普通に移動中とか。あれはい。木村さんみたいなやつ、はい、?YouTube のやつ ?YouTube は結構普通に移動中も。だから普通に見るな。いやなんか、はい、海外でもバチバチ見てます、ね。なんで海外で見てんだよ。いやなんかあそこまでプライベート感がやっぱり、こう前面に押し出される空気感の映像って今までありました？なんかテレビで見てるからなんですかね。あとだから、なんだろう、そのテレビの作り方そうですね。っていうのが。それがあるかも。なんか、より生っぽいじゃないですか。いや、だって、もういらねえっつってるもん。なるほど。そういう編集の仕方ではなくて。編集もそうだし、だから、なんだろうな。スタイリストさんとか。なるほど、なるほど。いいっつって言って。その感じがやっぱ結構新鮮なんですよね。マジか。はい。なんでどうしても見ちゃうっていう。やっとなんかこう、何十年もかけて、その木村くんっていう、なんかその人間の部分を、なんかこう見れる瞬間なチャンネルな気がするんですよね。長かったな長かったっすよね。だとしたら長かったなだから多分ファンの人たちはもうたまらないんだと思うんですけど。いや。もう普通にやってるだけですからね。なんかでもあれはだいぶ斬新だなと思いました。新鮮だし、余計こう気になるっていう。そういうのは逆に、タカだったり、ワンオクのメンバーとかではやらないんですか？いや、なんか、僕らって結構そうやって皆さんにいつも音楽を聴いていますって言っていただいたりとか、声かけていただくこと嬉しいんですけど、普段ってあんまり自分たちがその人たちだっていう自覚がないんですよね。そう？あんまり。ステージの上に立ってる時は、なんかこうやってやるぞっていう気持ちはあるんですけど、いざ降りると、なんかもう普通すぎて、今日も僕自分がゲストっていうかもう本当インタビュアーの気持ちで来てるんで、なんかあんまりそういう感覚がなくて。じゃあそんなタカが、これもう今更なんだけど、やるよちょっとだけやるよもう、フローっていう番組なのに、まだフローしてねえなっていう現実があるので、ちょっとだけフローしますけど、はい。タカが、どう人生をフローしてきたのかっていう、はい。それだけちょっと確認でポロッといきます。OK です。ワンオクのタカなんですけど、ボーカルのね。はい。1988年。はい。東京都の渋谷区に生まれ、これちびっこだった時、それこそ本当に、くるくるちょっと、回ったり歌ったりとかする前は、はい、どんなちびっこだったんですか？結構サッカー少年で。サッカー？はい。小学校2年生から6年生まで。中学校、厳密に言うと中学校1年生の夏までですね。はサッカーをずっとやってる少年でした。ほんで、じゃあ、なりたかったのは？はい。僕は、でもその当時は多分親には、その歌手になりたいとかっていうのは恥ずかしくてちょっと言えてなくて。それはやっぱり、なんだろうな。だからあれだよね。僕らが想像すらできない、イメージすることしかできない、実際のその、家の状況だよね。そうですね。なんとも言えない家庭で育ったんで。いや、そうだよな。なんかこう、そうですね。歌っていう家族なんで、やっぱり簡単になんかそういうことを言うと、例えばなんかちっちゃい時から、サッカーやってたんですけど、親にはサッカーやめろって言われてたりとかしてたんですよ。大声出すから喉に悪いから。だからもう、周囲の発言レベルがもうちょっとなんか異様というか。待って、でもさ、喉に悪いから、お前サッカーやめた方がいいよっていう、はい、そのアプローチが
あったってことは、はい。なんか、すごく大切、それ大事なんだぞっていう。はい、そうです、そうです。ワンチャンだから。要は一つの、なんていうのね、もう、才能、一つのギフトなんだからっていうアドバイスだったわけじゃん。そうです。だからそれは子供の時にやっぱちょっと理解できなくて、だいたい夏場もクーラー、僕2段ベッドで、クーラーのこの、なんていうんですか、風が出てくるところが結構近めの、高めの2段ベッドだったんですけど、まあ子供なんで暑いとつけっぱなしにして寝ちゃったりするじゃないですか。よく消されるんですよね。喉に悪いから。いや、それもう、わかんないけどなと思いながらも、そういうプレッシャーがあったんで、なんか最初の頃はとにかく歌を歌うっていう職業をなんか言うと、なんかもっと厳しく来られるんじゃないかっていう。鼻歌歌ってても注意されるみたいな感じだった。そこピッチ違うよ。そうなんですよ。なんで、なんかフラットしたよとか。はい。気まずいんですよね、なんか。えぐー鼻歌を指摘されるって結構切ないですよね。切なかったです。あ、そうなんだ。そうなんですよ。なんで、まあ、それも経て、とりあえずは、小学校、中学校1年生までは、おとなしくサッカーしてたんですけど、で、それで中学校1年生で、部活を、まあ、あんまりこう、クラスの子たちとも馴染めなかったので、まあ、辞めることになり、そこからですね、芸能界というか、まあ、踊ったりとかし始めた。はい。で、そこで、実際、歌という、まあ、ステージングっていうことを経験し、はい。あ、俺、そっちじゃなくてこっちかもっていうふうになって、はい。今、ワンオクになったわけじゃん。で、それが 17？ それが17歳の時です。うわ、そうか。はい。なんで、しばらくこっちだなって思ってから、まあ、飲食店でバイトしたりとか、同時にもう学校も辞めてお家も出ちゃったんですよ。ああ。もういわゆる飛行ってやつですね。はいはい。それをし始めて、で、その後に書いた歌があの歌だもんね。はい、そうです。ありがとうございます。あの歌だもんね。はい。そうそうそう。わあ。わあじゃねえよ。そうです。はい。へえ。そうなんですよ。じゃあ、割とだから、ガチでワンオクっていうものを立ち上げというか、もうそのワンオクっていうゾーンに、タカがグンって入ってったことに対して、それこそ、すごくギフトを気にかけてくれていたご両親っていうのは、その当時は、なんかウェルカムではなかった瞬間もあったんだ。そうですね。あの時は多分もうここで人生の厳しさを教えないと、こいつはダメになってしまうっていうことを一応今お話しすると父親はそういうことを言うんですけど、でも確かにまあその当時まだ16歳とかなので、16、17なので、さすがに家から出して、なんかそのままほっとくっていうことは多分僕でもしなかっただろうし、まあ見守ってくれてたっていう感覚ではあったと思うんですけど、僕はやっと親の十字架を下ろすことができたっていう喜びの方が強かったんで、何者でもない自分を初めて経験するっていう、ちょっとなんかそれもなんで自分的にはちょっとどっかでドラマを見てるようなそういう感覚で結構楽しく生きてました、その時は。はい。でも今になって、まあこれが正解かどうかはわからないけど、今タカが言った十字架というワードが今ポロって出てきたけど、本当に今こうやって話してみて、はい、冷静に考えた時に、その当時は十字架だと思っていたものだけど、今はもう全然。今はもうむしろ、はい、自分っていうなんか生活スペース、はい、まあ今はロサンゼルスなのかもしれないけど、はいはい、タカが落ち着くプライベートスペースの、まあそれがリビングなのか、エントリーのスペースなのか、そこにパッて飾ってもおかしくないようなものだよね。そうですね。もう僕からしたら本当に感謝でしかないというか、まあ辛かった部分もちろんあったんですけど、それを乗り越えた暁にはもう本当にいろんなことを
に感謝できるというか、これのおかげでっていう、むしろ、そういう今はもう気持ちなんで、めちゃくちゃやっぱり両親をリスペクトしてますし、ありがとうっていう感謝の気持ちは。だって、高しか背負うことのできない十字架というか、だからもう本当に、まあ、多少その時の、ね、いろんなガチガチしたものはあったかもしれないけど、今の現在で、まあ、本当に話し始めのトークで出てきたワードかもしれないけど、今現在の立ち位置で、今までのことを笑えてたら問題ないっしょっていうのの、もう典型的な例ですよね。そうですね。本当に典型的な例だと思います。ワンオクロックのボーカル、タカとのトーク、来週です。最後です。お聞き逃しなく。Peace and stay safe。木村拓哉でした。皆さんこんにちは、木村拓哉です。今月のマンスリーゲスト、ワンオクロックのボーカル、タカとのトークも今週が最後。タカにとっての人生の一曲も伺います。いや、バンドの話しようよ、本当、はい、ぜひ。すいません、行ったり来たりして。いやいや、今現在20周年で20年前の話を、じゃあ、タカ本人に言ってもらった方がいいよね。そうですね。はい。ベースの、はい。りょうたくんとギターのトールくんが、もともと一緒に踊ってたよね。そうです。ヘッズというグループで踊ってました。ね。はい。はい。んで、タカはタカで、こう、違うところでくるくる踊って、はい。で、トールくんと、じゃあ、りょうたくんが踊ってたんだけど、はい、俺ちょっとこっちもやるわ、みたいな感じになって、そうです。そっから練習し。そうです。まさに。もう今言っていただいた通りで。なんで、素人が楽器を持って、一番最初やり始めて、で、うちのギターのトールは自分が歌えないことにすぐに気づいて、ボーカリストを探すぞっていう方向になって、僕はその当時まだバイトしてたんですけど、そのバイト先に友達の紹介で現れて、で、適当にやってた僕、その一個前のバンドがあったんですけど、バンドというか発表会程度のものなんですけど、2回ライブをやって、そこにうちのギターが来て、で、バイト先にも来て、結構長場強引にこのバンドのリハーサルスタジオに連れてかれるっていう。そこで初めて会ったメンバーと大きい音をスタジオで出して、これいいなっていう。同い年で。その時は智也くんはいたの？まだいなくて、しばらくして2人ぐらいサポート入れた後に智也を紹介してもらって、で正式加入って感じで。で当初5人でしたね。で、そうなんです。5人でやってて、ちょうどドラマのタイアップが決まって主題歌決定したタイミングで1人脱退しちゃったんですよ。なんでそっから4人で、そっからですかね、多分おそらく一般的にワンオクロックっていうものが少しずつ認知されていったのはそのぐらいからだと思います。ちなみにワンオクロックって誰が考えたの？ちょうど僕らいつも夜中の1時から土日のその金曜日、土曜日、日曜日かな。ナイトパックっていうのがあってノアっていうスタジオに。スタジオノア？はい。で、そこの、その深夜帯パックっていうのが安いんですよ。で、安くて、夜中の1時から朝の5時まで、一人多分1500円とかで借りれるので、とにかくそこだけをお金もないので、学生なんで練習の時間に使ってて、で、いつも自分たちが始めてた時間がその夜中の1時からだったんで、ワンオクロックでいいんじゃねえのっていう感じで決まったんですよね。で、ワンオクロックってさすがにちょっと1時じゃんってなって、で、文字を変えてって、ワンオーケーロックでワンオクロックって読めるよって、ちょっと半ば親父ギャグみたいな感じなんですけど。いや。でもこれハマったなっていうので、このバンド名にしました。見事にハマったよね。はい。よかったなと思って。なんだろうな。演出って言ったら言葉はチープなんだけど、はいはい。すごい、みんながみんなセルフプロデュースができてるなっていう。いや、ありがたいです。感はすごい感じます。嬉しいです。僕らは結構本当に仲良くて、ワンオクロックが中心にあって自分たちはそれをどうやって一人一人のメンバーとして大切にできるかっていうことを結構いつも気にしてるバンドなんですよ。なんでもうワンオクロックありきでもう行動していくというか、だからどちらかというと自分たちはもう本当に
個人になった時は、あんまりこう、目立ちたいとかっていうそういう感覚も実はそんななくて。なんかこう、バラバラになると静かになるっていう。集まると、ワンオクロックのことを考えるいい集団になるっていう感じなんです。へー。そして海外への活動を積極的にこう始めていくわけなんですけど、はい、これそれもメンバーで決めたの？これは僕の結構独断と偏見でした。出たよ、ライオン。はい。うちのライオンが言ってるんですよ。ライオン、そう、結構そうだったかもな。行くぞっつって。はい。なんかやっぱりその当時は、よし、じゃあ次はドームツアーを目指して頑張ろうみたいな、多分、マネジメント的にはそういう感覚だったと思うんです。会社的にも。でもやっぱり僕らがいた会社は、アミューズという大きい会社で、福山さんだったり、サザンさんだったり、で、もちろん他の世界を見渡せばミスチルさん、ビーズさんっていうもうモンスターがいっぱいいらっしゃって、やっぱ彼らがもうすでに作ってきた、いわゆるバンドのとかアーティストとしてのなんかこう、道みたいなものをなんか僕はただ辿るだけなような気がしちゃってたんですよね。それがすごく僕は恐怖でもあって、だったら海外に出てまだ誰もやってないことを今から時間かかるけど今じゃないともうこれ遅くなると時間なくなっちゃうから今からやろうかなっていうので思い立ったようにメンバーに話をして、でももしそれを言ったらひょっとしたら会社もそれだったらいろいろ応援の仕方が変わってくるって言われるかもしれないっていう感じがしたので、最悪やめて、みんなで一軒家住むっていう話になるかもしれないけど、覚悟してねみたいな感じで、事務所にそういう自分たちの意向を伝えに行ったっていう感じです。逆にだからメンバーは本当に優しくて、なんか僕ベースには森ちゃんって呼ばれるんですけど、森ちゃん大丈夫そうそれみたいなそれ大丈夫みたいな、結構家族会議みたいな感じで、そこまで言うんだったら行くけど大丈夫かみたいな、そういうぬるいちょっとしたテンションで進んでってました。やばいね。やばいっすよね。りょうたやばいね。りょうたやばいっすよね。りょうたは大丈夫か大丈夫かみたいな感じでした。いや、すごいね、それ。トールはもう黙ってるって感じですね。じゃあ、そうしようか、みたいな。で、ともやで、頑張ろう。っていう、こう、ちょっと、雷神様じゃないですけど、こう、一番後ろなんで、やっぱぐっとこう、なんか、支えるっていう性格なんですよね。りょうとは心配性で、でもなんか最後は、大丈夫かみたいな感じの結構、バイブスです。絶妙なバランスで生きてるんで、自分たちが。なんかやっぱそうですね。そういうことのこう決断の繰り返しで今20年目っていう。すごいわ。でもグループってすごい大変じゃないですか。これ簡単なことじゃないと思うんですよ。それぞれ違う人たちが一つのものを一緒にやるって、しかもそれがなんか舞台とかそういうこうドラマとか映画とか何ヶ月とかで決まってることではなくて、やっぱずっとこう。だよね。いや、そんな簡単なことじゃない。みんな、そういうふうに思ってないと思うんですよ。実は僕、本当にこのずっと前に、ラジオに出させていただいた時に、多分、スマップさんが、その活動を一回休止するっていうタイミングだったと思うんですけど、僕はその時お話しさせていただいて、ラジオで。みんなは、テレビで見てる人たちは、そのグループって、普通に存在してて当たり前だと思ってるかもしれないけど、そんなことマジでないし、こんだけ長いことをやれるって、もはや終わる時とか活動休止する時にもリスペクトで拍手してやってくれっていう頼むから分かってやってくれみたいなことを結構熱弁した瞬間があって、だからいやもう本当にグループでの活動は僕はそこがすごく一番大変だと思ってるんで、意識はしてるんですけど、たまにそういうちょっとライオンみたいなところが出てくると、みんなあたふたしだすっていう。いやでもさ、なんだろう、同じ肉食で、同じ、なんだろうな、弱ったものを食して自分の栄養としていって生き残ってるんだけど、いや、こいつはライオンですし、自分は、そうですね、走ったらあいつには負けないですね。っていう、なんか。はい。わかります。そういうなんか、自然界でたまたまケミストリーが成立した4人っていう感じはすごいする、話聞いてて。いやもうマジで
たまたまっていう言葉が一番フィットしてるですね、そこに関しては。感謝はすごいしてます。なるほど。はい。でもそのアメリカに、ちょっと行ってみようぜってトライした時に、はい、すごいカジュアルに言うと、いや、ロックってこういうことじゃねえのっていうふうに思ってた、きっとイメージとか、こういう匂いですよねって思ってたことが、待って、こんなフルーティーなんですかみたいな。これなんですか今、みんなやってるのってっていう、その幅は、実際にあった？僕はでも多分ずっとその、ロックじゃないところ育ちなんで、逆に言うと、ロックを探してたんですよね、このバンドでずっと。ロックって何っていう、それをずっと探してたんですけど、いざこの海外に出だして10年とかで、いろんなロックバンドとも仲良くなって、大体もう自分が憧れて聴いてきた人たちとコミュニケーション取れるような距離感になってきた時に、あ、ロックって想像してたのと違うかもっていうのは思ってます。実際今も。今も？はい。そのまさに今おっしゃった、いわゆるロックって結構こうルールブックをまさに逆さまにしたような攻撃的なもの、怒りだったりとかっていうそういうものが原動力のものだっていうまあ自分の感覚でこのバンド最初やってたんですけど、人からこうどんどん愛されることをやっぱファンが増えていくとその愛の量が増えていってそれをこう自分で感じてしまった時にもうそこにやっぱ怒りとか1ミリもなくなっちゃってむしろ感謝になってそうするとなんかあれみたいな俺らってこのままなんか幸せとか感謝とかを歌い続けるバンドになっていくのかなみたいな、怒りって何だったっけみたいな逆にこうそっちを忘れ出しちゃってでもそれでも続けることを選んで、まあ、さっき言ったみたいに海外に出だしていろんなアーティストとお話をしたりした時に、結構スイートだなみたいなっていうのはやっぱありましたね。繊細みたいな、ロックンローラーって繊細なのとか、なんか、すごく可愛らしいんだとか、そっちの方に結構だからびっくり、今もしてるっすね。強い人って逆にいないんだとか、すごい実は人の痛みに寄り添ってる人たちなんだなとか、だそういう意味でそういうことをなんか、要所要所で、人からお話を聞いたりとか、まあ、自分でこういうふうにこう聞かせていただいて、感じたりした瞬間に、あ、ロックだなって思っちゃうんですよね。さあ、ロックだ、この人は、みたいな。なんで今日僕、木村くんにお会いさせていただいて、こうやってお話ししてるときに、さっきもロックなんすねって言ったんですけど、それって多分僕の中では超繊細で、いわゆるそのみんなが思ってる、木村拓哉っていうイメージとはまたちょっと違った部分を僕は今多分感じれて、それがロックなんだなって思ってるんですよねすごい。はい。だからなんだろうねなんか世界共通のはずの言葉なんだけど、ワードなんだけどなんかもうこれはちょっと言い過ぎかもしんないけど。ラブとロックって、なんかもう、なんだろうな。こっちの天秤にラブドンって乗っけて、ガシャンっつってこう、天秤は傾くと思うんだけど、ラブに釣り合うのなくねっていうところに、可能性としてあるのはロックかもしれないですね。めっちゃそうだと思います。ガンっつってこう。すごい、今の歌詞になるかもしれないですね。っていうぐらい、でも多分世の中の人って多分そこにまでフォーカス当てたことないと思うんで、でも僕もそう思ってます、本当に。なんで、やっぱロックンローラーって、だからかっこいいんだなとかって思ったりもしますし。ちょっとそのライオンに聞いとこうかな。今後の、まあ、指針というか、目標というか、今現在、あったりしますか？結構今回リリースさせてもらうアルバムがだいぶ政治的なことを歌ってるアルバムで、まあ僕がアメリカに普段住んでるっていうこともあって、まあアメリカから見た日本だったり日本から見たアメリカだったりとか、世界のそういう今置かれてる状況みたいなものを、まあ一応僕とかまあメンバー、まあそうですね、ワンオクロックとしての解釈で世の中にこう問いただしたいような部分をかなり激しく
歌ってるアルバムになってるので、まあそういったメッセージが世界中の人にこう届いて、まあなんか問題的な一つになってくれたら嬉しいなという心境で今頑張ってます。はい。そしてこの番組、毎回ゲストの方に、はい。人生の一曲っていうのをちょっと、偉そうに伺ってるんですけど、はい。聞いていいですか？はい。タカにとっての人生の一曲って。これ紹介して大丈夫ですか？いや、もちろん。じゃあ、森進一で冬のリビエラです。マジか。マジか。はい。僕実は本当に一番最初にテレビに出させていただいた時って、はい、自分の親父の曲をカバーして出たんですよ、ミュージックステーション。マジで？はい。で、それが僕中学校1年生の夏だったんですけど、会社に入って3ヶ月、1週間か。で、そういう感じになって、で、そこからなんで、その曲はもうなんか歌い切った感があったんで、でもなんだかんだ言って僕やっぱりすごく親の曲が常に家で流れてる家庭だったので。ご自宅で割と再生されてたんだ。めちゃくちゃしてたんですよね。まあ多分、覚えるようにというか。それは浸透させるっていうことでかな。はい。なんで僕もちっちゃい時からライブだったりコンサートはもう家族でみんなで行くんですけど、で全部歌えるんですよね。ちっちゃい時から聴いてるんで。ああ、確かに。それがまあ、ちょっと気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんですけど、でもなんか中でも結構演歌ではなくて、ちょっとポップスも入っててっていう曲で、なんか意外と今聴いてもいいな、好きだなっていうのは冬のリビエラで、まあ、僕のやっぱりルーツになるのかなと思って、今日はちょっとその曲をあえて選んでみました。今結構なんか、なんだろうな。この人生の一曲の選び方を垣間見た瞬間に、なんだよっていう、ぶつかっただけじゃんっていう、超仲いいじゃんっていう感じですよね。本当に。はい。いやー、ありがとうございました。またぜひ。はい。よろしくお願いします。日本に戻ってこれた際には。ぜひ、プライベートでもなんか、タイミングがあったらぜひ。いや、もうこちらこそ。誘ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、木村拓哉フロー、今回のマンスリーゲストは、ワンオクロックのボーカル、タカでした。ありがとうございました。ありがとうございます。お届けしたのは、ワンオクロックのボーカル、タカにとっての人生の一曲。森進一さんで、冬のリビエラでした。Peace and stay safe. 木村拓哉でした。